皆さんこんにちは、杉田千尋です。今回の動画は今急遽撮ってるんですけど、最近ニュースや SNS で日本と中国の関係性が緊迫した状態にあるっていうことをよく目に皆さんしてると思うんですけれども、そんな中で実は私昨日まで中国にいました。で、帰ってきてすぐ今日この動画を撮ってます。今までこの動画では何本か中国旅行の様子を配信してきたんですけれども、この後もですね、今まで行った中国の動画、そして昨日まで行ってた中国旅行の動画も配信していきますので、いきなり動画を流すと今言って大丈夫なのとかそういったコメント今もこの状況でもいただいてるんですけど、ご心配おかけしたりしてしまうかなっていうのもありますし、私としても何も出さずに楽しいよっていう様子を出すのはちょっと違うのかなと思って今回この動画で今の中国の実際の様子、私が見てきて感じたことだったり実際に体験したことっていうのをありのままをお伝えしたくて動画を撮ることにしました。で、今回の旅行なんですけれども急遽決めて行ったわけではなくてですね、3ヶ月ぐらい前に計画してた旅行で、もともと今年の5月に初めて上海に行ったんですけど、そこから何回か中国に行って、中国のご飯が美味しすぎるっていうのを仲間内にも話してたんですね。で、みんなで行きたいねなんて話をしてて、8人ぐらいの大人数で旅行に行く計画を立ててたんですよ。そんな中でもピンポイントでこのニュースが連日流れるようになって、仲間ももちろん私もちょっと今行って大丈夫なのかなって思ってたんですけど、行くフライトがキャンセルになったりとかもなかったのと、 SNS 見てて実際に上海旅行してる人とかもいたので、せっかくだし行こうよっていうことで行くことになりました。今回私が行ったのは上海と、そこから鋼鉄でさらに2時間行ったところにある中都市にあたる寧波っていうところと、そこからさらに車で2時間かけないといけないシアンシャンっていうところの3都市に行きました。その3都市行った中で実際どうだったのかっていうことをお話ししていきたいと思います。今回成田から上海に着いて、まず入国審査の時にですね、いつもと比べてめちゃくちゃ人が少なかったんですよ、外国人が。機内に乗ってたのがほぼ9割ぐらい中国の方で、日本人は本当私たち仲間ぐらいだったんですね。入国審査いつも入るときは、何するのとかもあんま聞かれなくて、普通に審査してスタンプをされて、はいどうぞっていう感じだったんですけど、今回は何しに来たのとか、あと何日間いるの、どこに行くんですかっていうのを結構細かく聞かれたので、なんかこのニュースが影響してるのかなって思ったんですけど、1日ずらしてきた仲間たちに聞いたら、その仲間たちは全く何にも聞かれずに普通にスッと入れたみたいなんで、たまたまだったかもしれないんですけど、いつもよりはちょっと細かく聞かれたかななんて思いながら入国をしました。で、今回上海で滞在したエリアは日本人が多く住んでいる西橋エリアっていうところに滞在しました。ディディで行ったんですけど、もう着いたら周り結構日本人の方たくさんいました。歩いてるとですね、同じホテルに滞在してるビジネス目的で来たと思われる日本の方もいましたし、住んでるんだろうなっていう方もいましたし、通りながら皆さん日本語で話をしてても、現地の方がハッと見るとか、そういった様子は全然なかったですね。まず最初着いてその西橋で、このエリアだったら全然日本人がいても大丈夫そうだなっていうふうに思ったんですけど、ホテルでちょっと休憩しようと思ってテレビをつけたんですね。そしたらその時現地のニュースがちょうど流れてて、そこではですね、かなり緊迫した感じで日本と中国の今の様子こんな感じだみたいな、ちょっと何言ってるかわかんないんですけどニュースが流れてたんで、今の日中関係っていうのは結構取り上げられてるんだなっていうことは感じました。実際他のチャンネルにちょっと変えてみた時に結構なチャンネルで日本と中国のことを報道してたので、今回観光とか歩いてて大丈夫かなって少し不安には思いました。で、着いて一番最初の日に上海ガニ食べに行こうということで、その西橋エリアの上海ガニのお店に行ったんですね。そこに入ろうとしたら、もう入り口でお店の方に日本語で何人ですかっても話しかけられて、結構ウェルカムな感じだったんで、そのまま人数伝えて中に入ってご飯食べようと思って周りを見渡したら、西橋エリアっていうのもあるんですけど、結構な数の日本人の方がそこでご飯を食べてました。で、もちろん日本人だけじゃなくてですね、ビジネスの方もいるので、日本人とそ
の現地の中国の方と楽しそうにご飯を食べてる様子が見られたので、そこでまずちょっと最初ほっとしたというか、なんか全然大丈夫そうだなみたいな気持ちになって、楽しくご飯を食べることができましたと。で、上海ガニを食べ終わって隣にザリガニのお店があったんですね。で、そこにローカルのお店っぽい感じだったんですけど入ったんですよ。そしたらお店の店員さんは皆さん結構若めの方が多かったんですけど、 Google の翻訳アプリを使ってどうやって注文するのとか、どれがおすすめですかってやり取りをしてたんですけど、何の違和感もなくというか、こう喋ってくれて、それ翻訳して、でこれザリガニってこうやって食べるんだよなんて教えてくれたりしながら普通に楽しく食事をすることができて、その前の上海ガニの店とザリガニのお店でコミュニケーションを取るっていうところの違和感というか、日本人だから嫌みたいな空気は全然なかったので安心することができました。そして次の日に虹橋エリアから中心地の方である南京西路の方のエリアに昼夜と過ごしに行きました。目的はルイ・ヴィトンの船の中に入るのを予約してたのでそれだったんですけど、入る時にですね結構行列になっていて並ばなきゃいけなかったんですね。その時に、大人数で行動しているので目立とうと思ってなくても必然的にこう日本語で喋ってたり、初めて来る人たちもいたのでちょっとこう浮かれちゃうじゃないですけど、こう楽しい感じでワイワイやってたら、悪い意味で目立っちゃったりちょっと心配してたんですけど、実際並んでた人たち、若い人もご高齢の方もいたんですけれども、特に日本人だからといって嫌な思いをすることもなく、いつものように滞りなく観光することができました。という感じで、そこから数日間上海で過ごしたんですけれども、ローカルのお店も行きましたし、観光客の人が多いエリアも行ったんですけど、特段いつもの上海旅行と変わりなく、過ごすことができました。ただあれと思ったのが、日本の流れてたニュースとつながったことが一つありまして、海鮮のいけすがあるようなお店にご飯食べに行ったんですね。でその時にこうメニュー開いて、中国って結構アワビとか牡蠣とか安く食べられてすっごい美味しいんですね。ほんと一つ300円ぐらいで食べられるんですよ。皆さんもぜひ行く機会があったら食べてほしいんですけど、でそこのお店、そのメニューの中に牡蠣とアワビとホタテが全部同じ価格15元で載ってたんですね。なので安かったんで、私たちじゃあ1人2個ずつ頼もうって言って店員さんに、じゃあこれ全部2個ずつくださいって言ったら、店員さんがホタテはない、ホタテはないよ、来てないんだって言われたんですね。その前日のニュースで日本の水産物の輸入停止っていうのを見た直後だったので、もしかするとそのホタテがお店にいつもあるのにないっていうのは少し関係しているのかなと思いました。という感じで、上海は大都市でもともとすごく人も多いですし、私たちが見られてない部分っていうのももちろんあるとは思うんですけれども、今回私たちが行った場所、過ごしたところ、過ごした5日間に関しては、正直ニュースの影響っていうのはそんなに全くなかったんじゃないかなと思います。楽しく過ごすことができました。で、そこから移動しまして、鋼鉄って日本でいう新幹線みたいな列車に乗って2時間のところにある寧波っていう都市と、そこからさらに車で2時間かけていくシアンシャンっていうところに3日間滞在しました。寧波は上海よりは地方にはなるんですが、上海の人口約半分の都市になりますので、規模としては結構都会です。中大都市っていうような感じの場所になりまして、日本人もちらほらいるような感じの場所になります。で、シアンシャンっていう場所はもう本当に日本人はほぼいない、一人も見かけなかったですし、おそらくいないんじゃないかなっていうような地方の場所になります。で、その2つの都市で3日間過ごした感想としましては、日本人が少ないっていうことは、日本人を見かけない分、ニュースの影響があるとしたら、上海よりも目線とか違和感を感じやすくなるとは思うんですけれども、全然違和感を感じることなく過ごすことができました。で、さらにシアンシャンに関してはもう喋ってて日本語で喋ってたり翻訳機で日本語を見せたりしてもお店の人たちがもう何人かわからないっていうような感じで韓国人に間違われたりも結構したので、何人だからとかニュースに影響を受けて人に対応してるという感じは全く見受けられなかったです。以上が私の昨日までの中国で9日間滞在した感想といいますか、そのお話になるんですけれども、あくまでも中国旅行が今やばいのかっていうところに関しては、私が行ったところに関してはやばいとか危ないって思ったことは一つもなかったです。本当にここ数ヶ月間で何回も中国に行った身としては、中国の人は
SNS とかニュースでこう見る印象よりも実際に行ってみると本当に親切で優しいんですよ。こう道迷ってたら教えてくれるし、なんかこうしたらいいよとか、これを使ってこう食べなとか、こうあったかみ感じる場面が結構あるんですね。ニュースとか SNS を見てて抱いていたその中国に対するイメージっていうのが実際に行くと、行った人はわかると思うんですけど、本当に180度変わるような感じなんですよ。なので今回こういった形で動画を出させてもらいました。ただ状況は常に変わりますし、旅はあくまでも自己判断になりますので、私たちが大丈夫だったからといってこれから行かれる方が絶対に大丈夫というふうにはもちろん言い切れないんですけれども、ご自身でいろいろな情報を見た上で判断されるのが一番だとは思うんですが、今回の私の中国の昨日までの滞在して実際に体験したお話が少しでも皆さんのご参考になりましたら幸いです。この後も今回の上海、寧波、シアンシャンの滞在期はもちろんのこと、夏に過ごした広州の滞在期も動画でお出しする予定ですので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。